どのぐらいぶっちゃけ OK です。やっぱね、みんなね、お金回り謎じゃないですか、資金源が。何を話せばいいでしょう。お金回りの何を話せばいいでしょうか。まあひげはわざと剃らないのかとか。ああ、なるほど。本当に一人なんですかって。行けば分かるんですけど、異常な世界であそこは。スタート。それでは確定申告まだ終わってませんが、お疲れ様です。お疲れ様です。ということで今回は超意外なゲストしげ旅さんにお越しいただきました。ありがとうございます。みんな旅してる。どうもしげです。はい、本物いただきました。ありがとうございます。意外なコラボやと思います。なんでここがコラボに至ったかをちょっと話しますと、私の夫がしげさんと同じゼミなんですよ。同じ大学の同じゼミ生で、年代は違うんですけど、この前ゼミの集まりがあった時にうちの旦那に「ちょっともししげさんにお会いしたらこの名刺渡しといて」っつって渡してもらって連絡をしたっていう形ですよね。あまり覚えてらっしゃらなかったけどちょっと酔っ払ってたんでね、そんなに細かく覚えてなかったんですけど、こんな感じでこじつけで来ていただきました。もう今は確定申告のために一時帰国中という、めちゃめちゃ貴重なお時間をいただきまして、ありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。まあね、何を話そうかなといろいろ考えたんですよ。で、ここの共通点がまずないんですよね。一個もない。で、チャンネルは旅系 YouTuber で一緒なんだけど、全く系統違うですよね。はい、そうですね。結構攻めてるじゃないですか、旅先の選定が。危険なとこ行ったりとか。危険なところも行きますね。私は一切危険なとこ行きたがらないタイプで、安全な国ばっか行ってるんですよ。だからそこも違うんで、せっかくやったらしげさんがいろんな攻めた国回ってるから、その中でも一番衝撃を受けた国を聞いてみたいなと。なるほど。それをちょっと今回はメインテーマに置いてみます。考えてきました。衝撃的な国ですね。なんか3つぐらい聞きたいんですけど、ちょっとその前に、本題に入る前にここもちょっと初めましてなんで、ちょっとお互いを月の一アザーみたいな感じで、この動画始まる前にもういろいろ聞いちゃったんですけど、 YouTube の戦略とかねちょっとしげさんについてもいろいろ聞いてみたいなと思います。いいですか？はい、わかりました。どのぐらいぶっちゃけ OK です？まあいや、必要に応じてカットとかピーとか入れていただければ、とりあえず聞くだけ聞いていただいて大丈夫ですけど。しげさんと今回コラボするにあたって YouTube ライブとかで質問募集したんですよ。で、どんなこと聞いてほしいって聞いたら、やっぱね、みんなね、お金回りすごい気になってるんですよね。でもそれすごい当然で、やっぱ旅系 YouTuber 最近増えてるんですけど、謎じゃないですか、資金源が。まあやってないと謎が特に多いでしょうね、多分ね。結構皆さん本当 YouTube のお金のシステム、仕組み知らないんだなって思ったんですけど、だいたい YouTube やってると、このチャンネルだったらだいたい月収入こんぐらいだろうなってだいたい計算できるのでわかるんですよね。だからまあしげさんのチャンネルとかになると、まあコンスタントに何十万再生出し続けてるんで、まあ結構儲かってんなと私はわかるんですけどね。他の方から見ると私のチャンネル13万人で跳ねる時もあるけど、だいたい23万再生だったらそんなに稼げてないなっていうのはわかるんですが、傍から見ると私もすごい稼いでるように見えるという。だからそこら辺の旅 YouTuber のお金回りが謎って言ってたんで、そこをねちょっとぶっちゃけ聞いてみたいなと。私は結構 NG なしなんで何でも言えます。私が代わりにぶっちゃけてもいいです。いや、何を話せばいいでしょう。お金回りの何を話せばいいでしょうか。まあ収益源ですよね。 YouTube の活動する上でどういう収益源があるのか、一番メジャーで言うと広告収益ですよね。1再生あたりいくらみたいなところなんですけど、だいたい相場1再生 0.3 から 0.5 円って言われてるんですよ。それは肌感覚合ってます？これはもうちょっと高いですね。私もちなみに高いです。0.6 円です。俺は 0.67 円ぐらいかな。なるほど。高いですね。やっぱ属性がいいですか、チャンネル登録者数の。そうですね。年齢層高めの男性が多いんで、これもずっとチャンネルで言ってるんですけど、一言で言うとおじさんが見てるんですよ。だからおそらく広告単価って意味で言うと一般よりは高くなりがちだとは思いますね。そこ私は性別が女性が多くて、
40、50代女性が多いんですよ。はい、だから子育て一段落して、自分の時間増えたよっていう人が結構見てるんで、私も結構広告単価は高めですね。だから年代が低くなるともうちょっと単価は下がって 0.3 円とかになってくるのかなって感じです。それで皆さんも他のチャンネル見てみると大体試算できると思うんですけど、他って何かされてます？ YouTube 以外の収益源得るために。ぶっちゃけ何もしてないですね。全部 YouTube のいわゆる広告が表示されるといくらもらえるっていうのしか今はしてないですね。でもしげさんの規模やったらそれで十分ですよね、世界一周するのに。そうですね、旅費、以上には十分ありがたいことに稼げてるので、あんまりお金の心配はしてなくて、案件のお話とかもちょくちょくいただくんですけど、案件はもうされないですよね。案件はしないですね。してないですね。ポリシー的に。いろいろ理由はあるっちゃあるんですけど、結構大きいのは、時間がないっていうのと、結局もしやるにしてもスケジュール合わせたりしなきゃいけなかったりとか、制約がいろいろ生まれちゃうんで、お金に別に困ってるわけでもないので、それだったらそれよりも自由に自分のやりたいように旅して動画出す方がいいかなっていうので、今全部連絡来ても断ってますね。結構来ますもんね、DM とかでね。それなりには来ますね。私は結構受けるんですよ。っていうのもチャンネルの再生数がしげさんほどないので、他のところでお金を集めてこなきゃいけないので、結構案件は受けます。私のチャンネル規模だと1案件大体20万ぐらい。おお、結構ぶっちゃけて言っちゃうんですね。言います。これはもう言ってるんで、案件。そもそも面倒くさいんで、お金のビールお願いします。なるほど。しげさん追加で。多分最初からいくらでやってくれますかって聞かれるのも面倒くさいんで、もう書いてます。20万円から受け付けますと。プラス売上の 10%、20% とかの売上シェアもいただいたりしてるので、結構それが大きいかなっていう。あとはつどつどそれこそ面倒くさいんでやり取りが、年間アンバサダーとかいう枠もあって、それは1年120万からとか、そういう枠もあったりします。なかなかでかいですね。だから私の場合は YouTube の広告収益よりもそっちの案件とかアンバサダー収益とか、あと他のチャンネルの企画ディレクションとかもあるんですけど、それだと年間250万の契約とかもあるので、結構そっちの方が大きいんですよね。すごい、それはすごい。年間250万。本当はYouTuber の鏡としてはもう YouTube の再生数だけでね賄うのが一番なんですけど、私は結構それだけじゃやっていけないので、他の収益源 YouTube 関連収益が多いかなっていう感じ。正直そっちの方が健全だと思いますけどね。再生数って色物なんで、上下もあるし流行り廃りもあると思うので、案件取ったりとかの方が安定はしますよね。あとだから案件視聴者さん嫌がるんで、そうそう、だからそこのバランスですね。そう選んでます、案件はね。でもやっぱしげさんみたいにテンプレを発明して「どうもしげです」スタートのテンプレねああいうのを私も作れば、再生数安定するんだろうなとかは思うんですけど、私の場合トラブル起きないと再生が伸びないんで、ちょっと悩んでるところではあります。あるあるですよね。トラブル回は伸びる。そうするとトラブル起きないとみんな今回つまんないなって言われちゃうんで、そこは私の課題ですね。あとビジネスでいうと、自分のトラベルグッズの開発とか、今年からはちょっとこういう新しい新規事業も力入れていこうかなって思ってたり、あとラジオ番組を企画したりとか、ちょっと他のねYouTube 以外の活動も増やしていこうかなっていう、すごいですね。ちょっとそういうところでお金を集めていこうかなっていう感じです。皆さん謎が解けたでしょうか結構ね、旅はお金がかかりますから。アメリカだって1回行くと、飛行機だけで往復30万で、1週間滞在するとホテルが安くて1泊2万ですか今。アメリカはそうですね。アメリカは本当に安くて2万でもきついと思いますね。ちっちゃいドミトリーみたいな。1週間だったらそれで15万とかで、食費ウーバー代とかやると結局30万とかかかって、飛行機代込みで最低60万とか、1回の渡米で60万とかかかるんで、そういうことを考えるとね、毎月アメリカとかそういう南米とか行ってる人ってすごい経費かかってんなと思って私は見てます。そうですね。だからそういう意味で言うと、俺の場合はもう今は
地域ごとに回ってるんですよ。あ、そうですよね。地域とか大陸ごとに横移動ですもんね、基本。だから毎回こう日本と往復すると本当に旅費も時間もえらいかかっちゃうんで、まあ1回行ったら大陸とか、まあ、地域を基本全部回って次の大陸とか地域に行くっていう、そんな感じで時間とお金を一応節約してるって感じですかね。でもほぼ日本にはいないと。そうですね。日本帰ってくるのはやっぱお金も時間もかかるんで、まあ、帰る理由もそんなないというか、家もないですし日本に、旅しながら動画編集して。そうですね。1週間3本ぐらいのペース。1週間、まあ2本か、いやすごいですよ。いやそれをずっと続けると大変だな。 YouTube ライブしないですか？ YouTube ライブは、今はもう10万人単位、登録者10万人単位で増えた時だけやるって形にしてますね。なるほど、私週に1回 YouTube ライブやってるんですけど、それ逃げなんですよ。本当は私も週3本とか更新したいんだけど、現実的に動画の編集が2本が限界なんで、無理やり3本更新って言えるために YouTube ライブやってて。ライブはライブで、その時間にいなきゃいけないし、結構大変じゃないですか。大変ですね、なんだかんだ喋ることも事前に考えたりとかしなきゃいけないし、そうですね、話のネタもあるし、あとなんか動画とイメージが違うって言われるのもちょっと悲しいというかね。そうですね、まあ、それは私結構得意というか、動画でも数出してるので、なんじゃ YouTube ライブだったら全然喋れないじゃんみたいなことはないから、そこは自信持ってできてるんですけど、まあ、そこはやっぱ得意不得意ありますよね。そうですね、 YouTube ライブ、でもしげさんとかコアファン多いから結構面白そうですけどね。メンバーシップとか盛り上がりそうな感じ。メンバーシップやってないですよね。やってないですね。メンバーシップ結局メンバーシップやっても、そのメンバーの方だけに喜んでもらえる、なんか付加価値を提供できるかっていうと、時間的に今できないんですよ。もうまあメンバー限定動画作るって言ってもそんな簡単じゃないですからね。そうなんですよね。 YouTube ライブやとかもね、手間かかるし、旅して動画編集して週2本出すだけでもういっぱいいっぱいなんで、なんかまあ正直あんまりだから状態としてはそんなにいい状態じゃないんですけど、もうこれ以上何か新しいことを今なかなか始められない状態なので、まあまあまあ。でもそれが結構ミステリアスな像を作り出してるとこあって、しげさんの情報ってあんま出てこないんですよ。ちょいちょい噂は回りますけど、対談形式の動画もしげさんこれ今回初めてなんで、めっちゃ貴重ですよね。対談でちゃんとみたいのは初めてだと思いますね。だから聞きたいことあるなら今なんですよね。結構ネットでググったんですよ。エゴサしたんですよ、しげ旅で。で結構あったのが、ひげはわざと剃らないのかとか。ああ、なるほど。私これね、わざと剃らないと思います。なぜならば防犯のために。まあ防犯でかいですね。当たった。やっぱりそうですよね。防犯はまあ一個すごく多分でかいメリットでありますね。おかげさまで中南米とか全部回ってきても、まあ一応何事もなく帰ってこれたんで、まあそれはヒゲはある程度は貢献してるかなと思います。日本人に見られないっていう。日本人に見られないとか、なんかまあ少なくともこう旅慣れてない観光客には見られないみたいな、だからまあわざわざあいつ狙おうかなとはなんか思われないんじゃないかなと思いますね。確かに慣れてる感あるもんな。私狙われます。携帯もカバンも盗まれてきました。ないですか、そういうトラブル？盗難とかスリとか。ないですね。まあでも結構気をつけてはいて、やっぱ街歩きの最中撮影しながらなんで、どうしても普通のその撮影せずに歩いているよりは目立ったりとか狙われそうになると思うので、カメラだけでも狙われそうですもんね。なんでまあ割と周囲気にしながら歩いて、結構キョロキョロ見回してるんですよ。見回してるし、まあ、あとやっぱ歩く時間とエリアはすごい気をつけるようにしてますね。夜はあんまり歩かないとか。夜はあんまり歩かないとか、人通りが少ないところは歩かないとか、街の雰囲気とか、まあ、落書きとか鉄格子の数とか、そういうの見て。確かに落書きは1個のパラメーターですよね。そうですね。落書きの数。そうね、今日私も一応実際の旅してる時の服装をそのまま再現してきました。ああ、なるほど。一応アクセサリーとかは一切つけないようにしてるし、ブランド物も着ないで、本当に T シャツにズボンにカーディガンみたいな、狙われないように私も意識してるんで、そこはやっぱ旅系 YouTuber の共通点ですね。そうですね。服装もね、まあ特に俺は男なんで、そのなんかこう旅先でインスタ映えの写真とかも撮る必要もないというか、私もインスタ映え全然意識しない。そう服全部ユニクロみたいな感じでいいんですけど、でもまあなんかね、女性だったらやっぱ旅先でね、こう自分のお気に入りの服着て
写真撮りたいっていう気持ちもわかるし、それもなんかいやでも私そういう YouTuber 見てると心配になるんですよ。もうスカートとか履いててダメダメダメされるみたいな、あ P だそうそうそう心配になっちゃう、ブランド物とか持ってると。まあだからそのあたりは安全とかそういうのを重視するんだったらやっぱこう目立たないなんか無難な格好でっていうのがまあ一番いいでしょうね。そうですね。やっぱりね、あとまあキラキラ系だったらやっぱおしゃれにしてなきゃいけないんですけど、私視聴者女性でそんなのあんまり求められてないというか、親世代が見てるんで、それよりやっぱ安全に旅してっていう感じで見てもらってるんで、私はまあおしゃれしなくていいかなっていう感じと、あといつも一人なんですかって聞かれる。本当に一人なんですかって言われる。あれいつも基本一人旅なんですか？基本一人旅で旦那が一緒の時はあります、でもそれは言ってる。やっぱ夫が社畜なんでなかなか休み取れないので、年に1回年末年始の大型旅は一緒に回るんですけど、その時はね明らかに第三者視点のカメラマンがいるんで、それは分かると思う。俺も結構聞かれますね。本当に一人なんですかって聞かれるんですけど、その中のなんか大きな理由の一つがカメラが動いてるんですけど。ああ、それも DJI だから。そうですそうです、そうだからそれをこうその質問が溜まってくるとたまにカメラについて動画内で触れるんですけど、そう今使ってるカメラちなみにって言って、これなんか今同じカメラ使ってせっかく持ってるんで、そうですね、この撮ってる状態で紹介した方がいいのかな、これ今 DJI っていうメーカーの Osmo Pocket 3でいいのかな、名前っていうカメラ使ってるんですけど、これ面白いのがここがこう首ひね人形みたいなここが回るんですけど、インカメラでこう内側に向けるとこう動いた時に、そうわかります？これ動いてるの、っていう形で勝手にこう顔の自動追跡機能で動いてくれるから一人旅にすごい便利なんですけど、この機能のおかげでコメントでよく、カメラ動いてるんですけど本当に一人旅なんですかみたいな、その向こう側に誰かいるんじゃないんですかって結構聞かれますね。意外と分かんないんだな。なんか、滑らかさ的にカメラの追随機能だろうなって見てたら分かる気するんですけどね、分かんないんだなっていつも思う。そうですね、コメント見て。あと場所的になんか例えばカウンターとかに座ってたら、逆側絶対人いられないじゃんって、カメラマンとかいられないじゃんとかそう思うんですけど、まあ動いてるからっていうので、そのなんか誰かいるんじゃないですかっていうのは質問されますね。あともう一個聞きたいのが、アンチコメ来ます？アンチコメ、まあ比較的治安がいい方だとは言われてるみたいなんですけど、まあそれなりに来るので、まあ正直一番多いのはヒゲ恐れ。ヒゲ恐れが一番多いです。それはでもあんまり傷つかないじゃないですか。そう傷つかないんですけど。何が傷つきます？なんだろうな、やっぱ一番ぐさっとくるのはつまらないとか、最近つまらなくなったじゃないですかね。痛い。それが一番単純に悲しいですね、やっぱり。うちもオワコンってコメント来てぐさってきた。やっぱりね、面白いと思ってもらいたいし、楽しんでもらいたいと思って動画出してるので、まあその動画に対してのつまらないが一番ぐさっとくるかなとは思いますね。そんなに数は来ないと。まあそこまで多くはないと思いますね。良くも悪くもそんなにバズらないので。まあ安定してますよね。安定してるんで、羨ましい。マジ羨ましい。どなたか YouTuber で言ってたのは、アンチコメントが増えてきたら、でもそのバズってるサインだから、まあそうですよね。その YouTube 的にはいいことだみたいなことを言ってる人もいましたね。確かにそうなんですよね。バズると変なコメントが増えるんですけど、うちやっぱねなんか容姿批判が多いですよね。やっぱ女性で、まあ30も超えてるんで、おばさんとか、まあそういう誹謗中傷が多いですね。それで意識しすぎて整形に手を出すっていう、こうもう今年に入って二重整形と目頭切開したんですけど、気にしなくていいと言われつつ、自分的にもやっぱ20代の頃はピチピチやったのにっていう自分の自覚もあって。余計おばさんコメントが辛くて、それで傷ついてます。いつも痩せなきゃとかもいろいろもうルッキズムに悩まされてます。女性は特になんかそういうのなんか多そうですね。海外だと、もう超痩せてるねとか言われるのに、日本に来た瞬間ちょっとやっぱシワがとか太ってるとか、なるほどこれぐらい許してよって思うんですけど。来ますね、うちはね。確かにね。ぐさチクチクだから夜とか見ないようにしてる。夜悲しくなっちゃうから。そうですね。コメントは。あとフィルターに NG ワードにおばさん入れました。もう傷つけず DBA とおばさんは NG に入れました。
そうか。はい、傷つけやめてみんなそういうの、ね、そういう機能ありますもんね、フィルターワード機能ね。使ってないですか？使ってないですね。メンタル強そうだもんな、重旅さん。こんなこと言ってそれを機になんかバーってアンチコメント書かれたらさすがにへこむんですけど、まあたまにアンチコメント来る限りにはこういうこと考える人もいるのか、なるほどな、ニヤニヤみたいな感じですね。だから俯瞰して見れてそうですよね、そこら辺。まあそうですね。まあ結局それ言われても別に俺の人生に何の影響もないというか変わんないじゃないですか。大事だよな。まあ実際に会うわけでも基本的にないですし、まあそうですよね。まあ気にしてもしょうがないというか、まあそういう人もいるんだなぐらいな感じで大体見てますね。あと他の YouTube あんま見ないです。いや見ますよ。見ます。結構はい見ます。特になんか海外いると日本食とか懐かしくなるんで、日本の酒飲んだりとか飯食ってる YouTuber とか見て頭の中でだけ日本食食ってる感じになったり、なんか他のチャンネルに一切影響を受けてない感じしたんで、コンテンツが見ないのかなと思って。ちなみにしげさん、今回のコラボ至るまで私のことを全く知らないアウト・オブ・眼中だったんでまあそうですね、ちょっと申し訳ないですけど、私みたいな雑魚 YouTuber 全然大丈夫なんですけど。旅の YouTube はあんまり見ないかもしれないです。食べ物系じゃ。食べ物系とか酒系、あと動物系で唯一もちまる日記っていう猫動画、なんか謎にもち様っていう猫がやたら可愛いんで、それは癒されに見てたりとか。そういう他の YouTube 見て、なんかその要素取り入れたりとか、なんかそういう研究対象として見たりとかもするんですか？でもそうですね、一応そういう目線でも見てますね。編集の仕方とかサムネとかタイトルの付け方とか。そうなんだ。まあ見つつも最近はスタイルはだいぶもう確立しちゃってるので、そんなにこう変えるところはないんですけど、とはいえやっぱりなるほど、なんかこういうテーマだと伸びるのかとか、まあこういうテーマ伸びやすいよねとか、そういうなんか確認とかこう現状認識の修正とかに使うっていうのはあるって感じかなと思いますね。なるほど。なんかこう伸びるテーマとかでいうと機内レビューとかやっぱ伸びやすいのでもうやってると思うんですけど、今後なんかやってみたいジャンルとかテーマとかあるんですか？ YouTube 見てると YouTube の旅系でいうと、もう船特になんか豪華客船クルーズ系はとか特殊な船は伸びるなっていう実感があって、例えば俺のチャンネルでも一番見られてるのって小笠原諸島行きの船なんですよ。ヨハネスブルグより見られてますもんね。やっぱそういうなんかちょっと特殊な船系は伸びやすいし、それは今国内でしか出してないんですけど、海外だとそういうクルーズの長期旅行みたいなのあるじゃないですか。それって特に年齢層が高い人にとってよりおすすめの旅のスタイルだと思うので、まあそういうのをやってこうより年齢層高い人でもこういうクルーズ乗ると世界中いろんなとこ楽に旅できるよみたいのは、まあ、需要は絶対あるだろうなと思って、まあ、それはちょっとやってみたいなと思って。それだったら私今回ロイヤルカリビアン案件で招待で乗ったんですけど、乗ります全然紹介しますし重旅さんなら全然乗せてもらえると思うんですけど、まあ、いつか乗りたいですね。言っときます、じゃあ、はい、タイミングが合えばそうですね、年末とか、年始とかのちょっと落ち着いてる旅が一段落したタイミングで乗りたいですね。だいたいマイアミ発着が多い。マイアミ発着が多いですね。マイアミ発着のカリブ海か。アジアだったらシンガポールですね。ちょっと興味あるのはそうですね。だからカリブ海クルーズか、あとはエーゲ海地中海クルーズ、めっちゃいい。そっち系と、あとは南極クルーズですね。いや南極もありますよ、案件。いや南極はなんか自分で取ろうと思ってるんですよ。もう高いですよね。100万以上しますよね。まあでもなんかそれを、まあ、ぶっちゃけ金払っていくのがなんぼみたいなところもあるかなと思ってて。マジか、うちタダで乗るけどでも南極クルーズは発着がアルゼンチンとかですよね。なんか南米の方ですよね。ウシュアイアだと思いますね。多分。そっか。そっちまで行かなきゃいけないけど、まあ私も南極は一個夢の一つですね、目標の一つ。いつか行きたいなと思ってるんですけど、やっぱ季節限定なので、そうですよね、もう終わっちゃった感じですよね。12月から3月ぐらいの間じゃないと、まあそもそも運行してないっていうのがあるのと、チャンス的には来年かな。確か11日12日ぐらいかかるんですよね、確かね。そうですね、長いですね。そうっていうのもあるんで、いろいろ考えるとなかなか踏ん切りがつかなくて。北極は行かれましたっけ？北極は行ってないです。まだ。じゃあ北極南極。そうですね。北極南極とかは行きたいし、せっかくなら豪華に優雅にクルーズで
いきたいなとは。なるほどね。だそうです。船会社の皆さん。あとね、なんかいっぱい聞きたいことあった。あ、そうそうそう。いいですか。ちょっと聞きたいこといっぱいあって、今海外旅行メインでやってるじゃないですか。これ私の課題でもあるんですけど、国内旅行したら見られないんですよ。国内旅行する予定あります？旅動画として。もう今後はないですね。もうない。もう全部海外。以前はやってたんですけど、コロナ禍の時は海外行けなかったので国内回ってたんですけど、もともと海外旅行専門チャンネルとして始めたし、個人的にはその海外を全部の国を回りたいっていうので今活動しているので、国内を旅する、時間も特にないなるほどということで、旅する予定はないですね。ちょっと先輩にアドバイスをいただきたいんですけど、私は日本国内もどんどん発掘していきたいんですよ。海外に5年間住んだ後、日本の魅力を再発見したので、海外ばっか旅行行って私国内旅行全然してなかったんですね。だから今後は国内旅行もしていこうと思ってるんですが、いかんせん私のチャンネルは海外旅行に興味ある人が集まってるので、国内動画を出しても伸びない。わかりますね。別チャンネルにした方がいいと思います。いや、それは難しいところだな。別チャンネルにするのも一個ではあるけど、やっぱその分分散するんでね。で最近なんか別にそういう一個のテーマで本当に一個のテーマだけでやってなくても伸びてるチャンネルもそれはそれでいっぱいあると思うんですよね。旅のジャンルじゃない動画とかでいっぱいあると思うんで、そんなに特別な理由がないんだったら別に分ける必要はないかなと個人的には思いますけど。やっぱ国内旅最初は受け入れられないんですけど、しつこくシリーズ化して出し続けて、ファンを国内動画も面白いじゃんって思わせたら勝ちってことですよね。同じチャンネルでもね。そうですね。あとは俺は海外旅行専門チャンネルとして始めて、でもコロナ禍で国内旅行しかできないってなった時に、どこ行こうかって考えたのは、国内の中でもちょっと海外の人でも喜びそうな、あんまり普通の人が行かないようなところの方が、そういう人は喜んでくれるんじゃないかっていうので、基本国内は離島を中心に回ってたんですよ。なるほど。それはあるかもしれないですね。なるほど。それこそ小笠原諸島とかやっぱ数字持ってるんで、小笠原諸島行ったりとか、あと沖縄の中でも、本島をくまなく回るっていうのも、実際かなり需要あると思いますし、あとはそれ以外に宮古諸島とか、石垣島の八重山諸島とか、なるほどね。とか、王道行ってもあんま見られないというか、もう既視感があるから。そうですね。だから珍しいところ。王道の場合はいくらでもビジネス的な観点みたいなので言うと競合がいくらでもいるので、わざわざなんで見るのみたいなところはあると思うんですよね。だから本当に例えば最近船がバズっててっていうんだったら、とりあえず船系をいっぱい乗ってみるとか、国内も知らないだけで多分茨城の方から苫小牧の方に出てる船とかあったりとか、あとは多分大阪から熊本の方とか大分の方かなに出てるサンフラワーとか、サンフラワー、そういうので実際伸びてる YouTuber さんもいるし、でも普通の人は知らないじゃないですか。なんかそれを海外で船とかも乗ってるならではの視点で違いとかも含めながら、船旅意外といいですよみたいなっていうと、それなりに伸びるような気はしますね。いや、言われてなるほどって思うのが、今まで国内旅出して伸びなかったのが、大分県福岡っていう、ちょっとメジャーな、あと奈良とか、鹿にせんべいあげるみたいなすられまくったテーマだったんで、離島とかやっぱ日本にいながらもみんな行ったことないようなとこはやってみます。そうですね。あともう一つ個人的に国内でやりたいと思ってるのは、本当にさっきおっしゃってたやっぱ海外に住んでたから日本の良さを再発見っていうか再認識しましたっていうので、日本って本当にすごいいい国だと思うんですよ。本当にいい国だと思うんで、それをやっぱ海外の人にちゃんと日本人の立場から伝えるっていうのって大事だなと思って、だから英語で海外の人向けに日本人がちゃんと日本の良さを伝えるみたいなコンテンツって多分まだまだ少なくて、やりたいですね。海外の人がはいくらでもあると思うんですよ。海外の人が日本に来てっていうのはあると思うんですけど、やっぱそうすると良くも悪くも海外の人視点になっちゃうんで、それはそれでもちろんニーズはあると思うんですけど、本当に日本人の感覚でとか、海外の人が入れないような店にも入れるのが日本人である我々の強みだと思うんで、だから日本人が本当に普通に日本人観光客として楽しみに行くような日本を
英語で伝える、ただ英語で伝えるみたいなコンテンツはそれやりたい。しっかりやったらすげえ伸びるんじゃないかなと思ってて、それは別チャンネルでやった方がいいですね。そうですね。それはもう今のチャンネルでやってあんま伸びなかったので、やっぱ別チャンネルですね。それはもう明確に別チャンネルだと思いますね。やっぱ日本人の英語学習にもなるからいいかと思って出したらやっぱ伸びなかったんで、まあ別チャンネルですね。確かに。それはそうですね。英語学習になるからいいかって思う人はそっちの別のチャンネルを見てもらうっていうふうにした方がいいと思いますね。確かに。ありがとうございます。はい。じゃあちょっと一回止めますね。はい。人生初めてが海外がインドだったら人生観変わるのかもしれないですけど、なんかよく言うじゃないですか、海外旅行行って人生変わったっていう人。いやまあある程度は変わると思いますよ。はい。でもそれってやっぱり行ってない時の最初の数カ国がでかいと思うんですよ。日本だけしか知らなかった人が海外に行くっていう時のその衝撃はすごくあると思います。確かに。でも、何カ国か行ってきてからそこから衝撃を受けるって、本当によっぽどのことじゃないと、特に横移動ですからね、だんだんこう麻痺してくる感じですよね。ってなるとやっぱ初期の頃に行った国が一番印象深いです。初期の国、初めて行った南米とかアフリカ圏とか、それはやっぱり印象深いですね。あとやっぱ大学の卒業旅行で行った国とかは全然なんかでもそのフレッシュな話聞いてみたくて、私も思い返すと印象に残ってる国ってやっぱ初めてアフリカ圏に入ったのがエジプトだったので、エジプトに行った時にゴミが散乱してる街とかを見てすごく衝撃を受けたんですよ。でもそういう国、じゃあ次モロッコ行った時、ケニア行った時、もうその衝撃って薄れてて、まあアフリカ圏ってこんなもんだよねみたいななってたんで、やっぱ初めて行った時が一番衝撃は強いんで、そういう話聞いてみたいですね。その時にしげさんは何を思ったのか。それで言うと大学の卒業旅行でキューバに行ったんですよ。大学生でそんなに海外も行ってなかった時に、友達に誘われて卒業旅行行って、それがなぜかメキシコ、グアテマラ、キューバっていう謎なところに行ったんですけど、なかなか攻めましたね、大学生で。攻めたんですけど、それで初めてキューバ行った時はもう本当に衝撃で、本当に全てが他の国と全く違ったので、この間もキューバ行ってきて、この間もそれなりにまだ全然違うなって感じはあったんですけど、やっぱ当時のもう3年前かな、のキューバは本当に何もかも違って、電気も全然ないから街夜になるとすっごい暗いし、首都でもキューバってそうなんですか？そうですね。へえ、すんごい暗いし、アメリカの経済制裁、その時当時はまだアメリカとの国交も正常化してなかったので、経済制裁も食らってて貿易自由にできないからっていうので、車も本当に1950、60年代のオールドカーしかなくて、でそれをメンテナンスしてずっと使い続けてるから、古いんだけど古すぎるからかっこいいんですよね。レトロみたいな、もう角張ったレトロな車で、めちゃくちゃカラフルだし、街並みもすごいなんかノスタルジックな感じで、綺麗じゃないけど美しいみたいな。当時俺が調べた確かおぼろげな記憶とかだと、平均月収1500円とかって言われてたと思って、で社会主義国なんで建前上はみんな基本的に給料一緒、それで生活してて、最近はもう変わっちゃったんですけど、当時は通貨が2種類あって、その現地人用のペソと海外の観光客用のペソっていうのがあって、海外の観光客用のペソは使える店が観光客用の店なんで、それなりにいいもん食えるんですけど、物価が全然違って、現地人用の店でしか使えないペソで買うと品質もものすごく悪いんだけど、例えばスライスピザ1枚5円だったりとか、アイスクリームの1カップ20円で売ってたりとか、そういうなんかもう本当にとんでもなくこう違う世界が広がってて、っていうのがもう衝撃的に残ってますね。でそれだけ貧しい国なんだけど人々はすごく陽気でみたいのが、なんかあと言われてたのが、人種差別が世界で最もない国の一つがキューバだみたいな。結構人種の割合もカリブ海って歴史的に奴隷の三角貿易の拠点になってたりしたんで、アフリカ系の住民すごい多いんですよ。なんだけどキューバは欧米系の人もアフリカ系の人もラティーナっていうのかな、多分中米南米系の混血とも言えるかもしれないですけど、
人たちが結構バランスよくそれぞれいて、でかつみんな社会主義のおかげで経済格差もなく仲良くやってるみたいな国だったはずなので、なんか全てにおいてこれちょっと他と違う世界だなっていうのを大学生ながらに感じたのは覚えてますね。街歩けます？治安はどうです？めちゃくちゃ安全でしたね、当時は。あ、そうなんだ。本当か嘘か分かんないですけど、当時はなんか外貨獲得のためもあって、こう観光客をすごく大事にしてて、アメリカとの経済制裁とかで外貨を稼ぐ手段がやっぱなかなかなくて、でも外貨稼がないと輸入ができないので、外貨獲得がすごい重要だってことで観光客を大切にしてて、なんか観光客に手を出したりするとすごい重罪になるみたいなのはなんかあったみたいなの、ちょっと本当かどうか裏取りとかまではしてないんであれなんですけど、なんかそういう噂を聞いたりして、とにかく安全でしたね。普通に夜深夜一人で歩いても大丈夫だったし。そうなんだ、全然イメージ。今がどうかは知らないし、ちょっとこの間行ったらだいぶ雰囲気は変わってはいたので、なんか英語喋れる人とかがめちゃくちゃ増えてたりとか、ドルが普通に流通してたりとか、だいぶ雰囲気が変わってたんで、今はそこまで安全かどうかわかんないですけど、それであっても今でもそんなに危険っていう雰囲気では全然ないですね。そうなんだ。思ったよりは、多分日本人が思ってる 99% の人が思ってるよりは全然安全だと思います。逆になんか街歩いてて、これは歩いちゃダメだって思った国あります？一個は動画でも一番伸びてる動画の一つのヨハネスブルクはやっぱりの中心街は歩いちゃダメだなっていうのはもう行けばすぐ分かりますね。どう感じるんですか？目線？行けば分かるんですけど異常な世界で、あそこは中心街はここアフリカかって信じられないぐらい立派な高層ビルがいっぱい建ってるんですよ。それは南アフリカは金とかダイヤモンドの発掘ですごいゴールドラッシュみたいになったらしくて、でヨーロッパから人がわーっと押し寄せて、で中心街にそういう立派なものを建てて、ゴールドラッシュとそれからのアフリカの多分一番の金融センターとして長らく多分ヨハネスブルクがあったんで、すごい立派なんですよ作りは。ここはヨーロッパかと思うぐらい立派なんですけど、アパルトヘイトっていう人種隔離政策が撤廃されたことによって、それまでは人種隔離政策って住む場所とかも法律で決められてて、こっから先のその中心街の立派なエリアにはアフリカ系の住民は住んではいけませんとか、入ってくるにもおそらく許可証みたいなのが必要で、そういうのを持っている人だけが出稼ぎに来るみたいな、そういうところだったのが、そういうのはやめましょうっていうのが、アパルトヘイトの撤廃なので、人種によって行っていい場所行けない場所を区切るのやめましょうってなったら、数としてはやっぱアフリカ系の住民の方がすごく多くて、でその人たちはできるだけこう稼ぎたいから稼げるダウンタウンにわーっと押し寄せてくるわけですよ。でそしたら既得権益の欧米層はそれが数でいうと多勢に無勢なので、怖くなっちゃってその中心街を放棄したらしくて、放棄して郊外に逃げてまた郊外に自分たちだけの街みたいなゲーティッドコミュニティみたいなのを作ったらしくて、だから街並みは中心街の街並み本当に行くとすごく立派なんですよ。どこのヨーロッパだっていう立派な街並みなんですけど、いるのはもうアフリカ系の人だけで、全然ヨーロピアンとかも見ないしアジア人もほぼいないみたいな。だからそこに行くとアジア人とかがもう歩いてるとすぐ分かるわけですよ、よそ者だって。なんでもうみんなの目線を一気にこう見られて、っていうのでこれは歩いちゃいけない場所だっていうのはもうすぐ分かる。なるほどね。でもなんかマダガスカルのアンタナナリボっていう首都圏行った時も、ゲートでスラムと富裕層が完全に分けられてて、やっぱこういうのって残ってんだなって思いましたね。許可証ないとそれこそ労働者だけ入れるとか、ホテルの窓から外見ると生活汚水に汚染された川と、そこで糞尿してる人々とかが見えるんですよ。でも一方ゲート1個挟むとめちゃめちゃ豪邸が建ってて、高級ホテルとかも建ってて、なんかそういうのを見た時に現実を感じるというか、やっぱ日本にいたら見れない光景だなっていつも思う。日本は本当そういうのが本当にやんわりとは、それはなんかこう小東とか行けば高級住宅が並んでるとかはあるんですよ。なんかこう塀で囲まれてるみたいなところって基本的にないし、貧富もそこまでですもん。中間層が海外に比べるとマジョリティなんではっきりしないんで、海外行って初めてそういうとこ見ると衝撃ですよね。最初に日本帰ってきて、電車に乗ってる人々がだいたいみんな身なり綺麗っていうのにやっぱ感動しましたもん。やっぱ日本人平均的に金持ちだなって。
まあ電車もそうですね。電車はでもアメリカが一番感じますけどね。やっぱアメリカで電車はなんか、お金ない人が乗るものそうですよで、ね。お金ある人は基本車でみんな移動するから、電車のやっぱ治安の悪さというか空気感がすごいじゃないですか。あれは、顕著ですよね。日本と同じ感覚で電車に乗ると、アメリカビビりますね。ビビります。めちゃめちゃビビりました。最初ニューヨーク移住した時にさすがの私もちょっとビビりましたね。迫力負け。声大きくしてかんとダメだって思いました。日本人声ちっちゃいじゃないですか。カフェとか行っても聞き返されるんで、腹から声出さなきゃいけないなとか、胸を張って歩かないと舐められるなとか、そういうのすごい意識したな。でも私そんな危険な国行かないんで、私が国選びする時って、絶景を探しに国選びするんですよ。だからインドとか南米とか一生行かないだろうなと。なんでですか？もう私動画でお腹いっぱいっす。南米も絶景ありますよ。いや南米は南米はまだ行きたいっす。インドのタージマハルとかも素晴らしいですよ。インドは私、無理っすね。汚いのと、民度。私インド人の民度苦手なんですよ。行ったことないですけど、インド人が一番多いエリアに行ったのが、シンガポールだったんですけど、ちょっとダメだなって思いました。確かに俺もインドで詐欺にあったりとか、インドは確かにすごいんですけど、そういうエリアにわざわざ自分から行ってるっていうのもあって、インドもすごいピンキリのはずなんで、そういうゲーティッドコミュニティみたいなこともあるはずで、そのいいところに行けば素晴らしい人々もいるし。そう私カースト上位の方と友達になって、その人のお宅訪問とかなら全然インド行ってみたいんですけど、みんなが乗ってるような十何時間の列車とか乗れないですね。ずっと視線を感じながらぐちゃぐちゃの環境に身を置き、汚いトイレで過ごすはちょっとできないですね。まあね、それは俺もきついですね。そういうのをわざわざ経験しに行ってるみたいなところがあるじゃないですか。インドに行く日本人っていうのは。別にそれがインドの全てもないし、日本だって電車に乗って九州まで行くこともできれば別に飛行機でも行けるし、日本人だったら九州行くならほとんどの人は飛行機に乗っていくんだけど、インドではなぜか電車に乗っていくみたいなそういう話だと思うんでわざわざ体験しに行ってる、そのインドの辛いところを体験しようと思ったら本当に大変だと思いますけど、多分20代だったらそういうの体験したいって思うんですけど、ちょっともうしんどいですね。まあでもなんか快適に過ごそうと思えばある程度快適に過ごせると思いますよ。インドもカレー美味しいし、タージマハル綺麗だし、それは見たい。だから守られていきたいんですよ。護衛つけて完全プライベート車でファーストクラス予約してとかだったら行ってもいいかなって思うんですけど、いわゆるバックパックとかは無理です。そういう需要あると思うんですよね。確かにないな。バックパッカー的な旅はもうそんな意識しないようにしてて、最初はお金もそんなにないし、そういうのが旅だし、そういうのが受けるんだと思ってバックパッカー寄りにどっちかっていうと考えてやってたんですけど、よくよく考えると多くの一般の人はバックパッカーじゃないわけじゃないですか。そうですね。日本人の多くの人は。特に世代がね、視聴者の世代も大人だし。で、普通の会社員サラリーマンの人とかが多くて、でその人たちが、ちょっとこう休みができたから海外行ってみようかなっていう時に参考になる動画とかって実はすごい少ないんだなっていうのをこう思ったんですよ。確かに海外旅行って。だからなんかあるのってすごく高級な5つ星ホテル最高、極楽快適みたいなのが、なんかバックパッカー最高みたいなドミトリーみたいなそうしかなくて、普通に海外を旅するみたいな、最低限水回りきれいであって南京虫がいないホテルで寝たくて、三つ星レストランとかじゃなくていいから現地の名物をあんまりお金気にせず食べてお酒飲めればみたいな動画が意外と少ないなと思って、最近はだからそういう合理的快適さを求めた結果こうなりますみたいな旅を割と意識してやってるっていうのはありますね。YouTube ライブでも言われたのが、重旅さんと YKK さんはどっちもコストかけた旅をしてるイメージって言われて、確かにバックパッカーではないじゃないですか。私が回答したとは、多分30半ばっていう世代もあって、ちょっとバックパッカーとかそういう貧乏旅するような年代でもないし、かといって毎回高級旅できるわけでもないから、そこそこの値段をかけて、最低限の快適さ、寝床だけはちゃんと節約できるとこはしつつね、そういう旅をしてるから確かに安くはないよっていうふうに回答したんですよ。
でもそうですよね。さすがにちょっとうん、バックパッカーみたいなその雑魚寝ゲストハウスとかはもうきついですよね。そうですね。多分今でもまだ編集とか YouTube やってなければ、旅だけに純粋に集中するんだったら全然いいんですけど、寝れるし。ただ編集したりとかすると、まず編集の環境でちゃんとテーブル欲しいし、Wi-Fi も欲しいし、静かな環境欲しいし、あと忙しいんですよね。本当に YouTube しながら旅するって。めちゃめちゃ忙しいと思います。で、俺酒も飲むんで、ちゃんと体力も回復させなきゃいけなくて、っていう時に寝れるか寝れないか分かんない宿とか、誰かが夜中に入ってきて、ギャーギャー騒いだりとか、勝手に窓を開けたりとか、Wi-Fi が死んでたりとか、そういうのをしかも行ってみないと分かんないみたいな環境では続けられないんですよね、今やってることって。なので、もうそういうのは途中でやめましたね。なるほどね。はい、ちなみに動画編集1本何時間ぐらいかかります？ 10時間ぐらいは多分かかってると思いますね。やっぱかかりますよね。はい、ちゃんとテロップも入れてますしね、はい、料金全部入れてるから、あれめっちゃいい。10時間やっぱかかりますよね。10時間か。じゃあ結構睡眠時間削ってんじゃないです？だから削らないようにするともうほんとギリギリって感じですね。ねえ、いやすげえな。日中は観光して夜編集してってことですもんね。そうですね。でも夜も結構ちゃんと飲んでる、レストランの映像も入れてるから編集できるとしたら8時とか。忙しいんですよ。だから飲みながら飲みに忙しかったりするんで、最後の最後どうしても今日動画上げてからじゃないと寝れないみたいになると結構朝の4時5時とかになっちゃったりして、っていうのがあるんで、そのタイミングでちゃんと寝れないホテルとかだときついんですよね。最悪ですね。もう次の日動けなくなりますね。だからやっぱりもうホテルとかはその別に豪華である必要はないし、広い必要とかは全くないんですけど、最低限清潔でなんか変にマットレスがくたってくぼんでたりせずにちゃんとシャワーも出て、シャワーも出てっていう、その最低限、日本のビジネスホテルぐらいのクオリティをっていうのを求めると、海外ってそういうホテル少ないんですよね。少ない。金出さない。本当に安かろう悪かろうなんで、海外は。日本みたいに安くてもいい宿ないです。だから皆さんね、しげさん最近金持ちになってコストかけすぎっていう人いるんですけど、必要経費です。動画を続けるためなんです。分かってください。そうですね。日本はいい国なんですよ、本当に。最近もだってJALの一周旅、百何十万ですよね、あれ。117万ぐらいですかね。あれで結構みんなやっぱしげ旅は金持ちだな。あれは動画の中だと一番金かけてるんじゃないですか。でもお得ですよね。お得です、お得。だってあれで16回乗れるわけで、でビジネスファースト？あれはファーストクラス運賃なんで、ファーストクラスに乗れるんだけど、今ってファーストクラスってそんなに路線の設定が多くないので、結局ファーストクラスに16回乗るのは無理なんですよ。なるほど。16回まで乗れる権利があって、ファーストクラスが空いてればファーストクラスに優先的に選べますよっていうだけだから、実質で言うと多分ファーストクラスに5回から8回ぐらい乗って、それでも元取りますよね。その時点で取れてますね。であとはビジネスだったらどこでも好きに乗っていいですよみたいな。ビジネスでも乗れるんですね。ファーストダメだったら。いやめっちゃお得やと思って、めっちゃお得ですよ。私も買おうと思った、時間作って。多分調べたら東京ロンドンとかファーストクラス往復多分250万とか300万とかするんで、します1回で片道だけで多分その1周分の料金かかるんですよ。そうあれは本当にめちゃくちゃお得で、めちゃくちゃお得です。だからあれを買えるしげ旅やっぱ富豪だなっていう人いるんですけど、でも1年間旅し続けるって考えたら、あれ買っとくとめっちゃお得なんですよね。だから確かに修行のためだけに買う俺はよくわかんないです。1週間で帰ってきてるんでそれは分かんないけど1年間とかかけたりとかある程度長期間をかけて旅して、かつなんか夢だったファーストクラスに乗ってみたいっていう人にとってはあれは本当にお得な航空券で、しかもすごいのが正規運賃扱いなんでマイルがファーストクラスで 150% かな。マジっすか？たまるんですよ。やば。あれね16回とか乗ったらそれでもう1回片道ぐらいファーストクラスに乗れる。乗れますね。ビジネスクラス往復ぐらいたまったりするんじゃないですかね。やっぱそこら辺の情報ってやっぱ元旅行会社だからそれはありますね。元旅行知らなかったですもん私。会社だったからそもそも世界一周運賃っていう存在を知って、なんか旅行会社の集まりみたいなのでそんなのがあるっていうのを知ってで調べてみたらこれマジでやばいじゃんってなって、知らないですもんねみんな。俺 YouTube の最初の投稿はスターアライアンスのビジネスクラス世界一周運賃を使ってたんですよ。それはどういう要件ですか？それも16回まで乗れて、大体ワンワールドもスターアライアンスもほぼ一緒なんですけど、16回まで乗れてエコノミーだと大体40万ざっくりで、ビジネスだと80万、ファーストだと120万みたいな感じ
ざっくりで言うと。なんで俺は80万で、その時は13、4本乗ったのかな。はあ。期間は1年間使えるんですけど、1 1年間有効なんですけど、いいな。俺はまあ30日ぐらいで帰ってきましたけど。だって100万80万とか普通に2回渡航したら、アメリカとか行っちゃったら1回で吹っ飛ぶ値段なんで。その当時も1本目が成田メキシコシティのアナのビジネスクラスだったんですけど、それ多分往復で買ったらそれだけで80万とか当時でしてたから、片道分ではありますけど、その時点で半分の元取ってて、あと40万で他のなんか10何回分乗れてみたいな感じなんで、本当に安いですよね。いやめっちゃ安い。てか、そういう情報って知ってて、ウェブサイトでこんなのあるんだって思っても、本当に穴があるんじゃないかとか不安になって買えないんで、情報知らんと手出せないなと思いました。なんかお得そうに見えても、やっぱ100万か一発100万かと思うと購入手が止まるんで、っていう意味で言うと。でもしげさんが実際買ってるの見ると買おうって思った、本当に乗れるんだ。有名な航空系 YouTuber の小野田さんとかね、多分それでワンワールド世界一周運賃使ってファーストクラスとかで、確か何回か動画出してるんじゃないかと思いますね。みんなそうやってやってんだろうな。実際日本に住んでてもね、家賃毎月何十万とか払ってるわけなんで、老後日本で海外旅行したいけどっていう人はそういう一周チケット買って、半年ぐらい旅に出るの、全然家賃払うよりいい気がするな。あれは本当にお得ですね。あと多分海外発だと値段もっと高いんですよ。日本発だけなんか安く設定されてて、なんでだろう。すごいお得。なんかよくわかんないけど本当にお得です。でも JAL はルール変わっちゃったんで修行にも使えなくなっちゃいましたけど、まだ ANA だったら修行にも使えるんで、あれ1回飛ぶだけでもうだから修行も完了しちゃうんですよ。休み取れないっていうのが日本人の課題ですけど、だから時間が一番だと思いますね。時間さえ作れるのであれば、別に1年間有効だけど2週間とか1ヶ月で帰ってきてもいいので、転職のタイミングとかでちょっと有給消化とかで1ヶ月ぐらい取れるのであれば、それこそマチュピチュとかウィニエンコとかも行けるし、アフリカもどっかちょっとぐらいね、1個2個自分が行けそうなとことか選んで行ってとかで1ヶ月で帰ってきて、80万でビジネスクラス16回乗ってみたいのは、いい思い出になるんじゃないかなと思いますね。他にしげさんが今まで行った国で、ここは僻地だなとか、俺ようここ足踏み込んだなみたいなとこあります？結構僻地だなっていうので思ったのは、南米大陸の北部の方は本当に僻地でしたね。情報も全然なくて、ギアナ三国って言われる。ギアナ三国。フレンチギアナ、フランス領ギアナ、フランス領、スリナム、ガイアナっていう3カ国。ギアナ三国、ギアナ高地とかがあるらしいんですね。それはベネズエラなんですけど、南米大陸の北の方の多分地域的にギアナって言われてるところで、それがここって空港とかなさそうですけど、何で行ったんですか？ギアナ三国はちょっとまたベッケンバウアーというか異なるんですけど異なるんですけど、ギアナ三国それぞれには空港はあって、飛行機で行ったんですけど、情報も本当に少ないし、最近新しく独立した国ばっかりで、もともとオランダの植民地だったところと、イギリスの植民地だったところと、いまだにフランス領のままのところみたいな感じで、情報も少ないし、陸路もすんごい乏しいんですよ。なんかなさそうです。道路がいろいろ移動が大変で、公共交通機関もあんま発達してないから、乗り合いタクシーみたいのでよくわかんない交渉ベースで乗ってみたいなのがなんかすごい大変でしたね。私いつもようこんなとこ見つけてくるなって思うんですけど、小野田さんとかは結構メジャーどころ回るんで、どっか旅先検索したら大体小野田さんの動画出てくるんですよ。でもしげ旅さんって誰も行かないようなとこ行くじゃないですか。どうやって旅先決めるんですか？バックパッカーとか行ってるんですけど、じゃあ俺の場合はどうやって旅先を決めるというか、その世界中の国を回るっていうので今やってるので、そこなのだ。だからただ単純に淡々と回ってるだけなんですよ。じゃあ今いる現在地から横次どこ行こうかで、そうですね、近いところで。なるほどね。空路の就航路線とか調べて、こっからだったら次ここが行きやすいなみたいので、すごい近くて安全だったら陸路で移動するし、僻地であればあるほど大体陸路って危険を伴うことが多いんで、それだったら空路で行こうかなみたいな感じで、大体各国の首都が一番でかいことが多いんで、首都回りつつ大きい国とかなんか魅力的な国は首都以外の都市も一箇所回ってみたいので、もうずっと転々としていく感じですね。しげさんがここ行ってみたいって魅力を感じるポイントって何が大きいんですか？
まあ酒もある、でも酒がメインで行くってことはあんまりないかな。はい。観光名所として本当に有名なところとか、特別なところ。例えばちょっと今回は行けなかったけど、ベネズエラのエンジェルフォール、それこそギアナ高地にあるんですけど、まあそういうところは世界最大の落差の時とか言われてるから、まあ見てみたいじゃないですか、それは。みたいな、そういう本当の引きが強い、観光地みたいなところか、もしくはそれぞれの国がどんなところなのかっていうのは興味があるんで、その国の最大都市は行ってみたいと思うんですね。その国の最大都市行くとなんとなくその国の国民が一番多いから、きっとその国の一番特徴がきっと見えるだろうなとは思って。確かにこれも難しい話なんですけどね。日本人の特徴が東京に来れば一番わかるのかっていうと、いや日本人といえば田舎なんじゃないとか京都なんじゃないとか、いろいろな意見はあると思うんで難しいとは思うんですけど、東京に来たら大多数の人が生活しているような雰囲気を一番感じられればすると思うので、なるほど。まあとりあえず各国の最大都市の主に首都には行き、あとそれ以外のところは国によって魅力的なところがあれば行こうかなみたいな。今どんぐらい制覇してます？今95カ国なんで。おお、もうすぐですね。あと100カ国ですね。やっと半分です。190？定義はいくつかありますけど、日本政府が認めてる国でいうと196カ国あって、日本を含めてだから日本を除くと195カ国あるので、あとちょうど95カ国なんで、あと100カ国、あとちょうど100カ国ですね。攻められてない大陸でいうとどこが大きいです？あと残ってるのは、今年回る予定のアジア、中東アジア、オセアニア、太平洋、じゃあこっち側だ。太平洋諸島と、あとアフリカですね。それ回ると多分危険なところをスキップしたとして170数カ国になるので、最後にその危ないところを1個ずついろいろ考えながら、行けるんだったら行くっていうので潰していくっていうのが3年後みたいな感じですね。2年後3年後か。大きい大陸でいうとロシアがね、いつ行けるようになるかですよね。ロシアも行けはするんですけどね。今の全然行ける人いっぱいいるし、行けはするんだけど、動画撮ってたらスパイ容疑で捕まりそうじゃないですか。中国とか結構捕まるじゃないですか。変な動きしなければ。こうやって撮ってるらしいね。主要な政府機関の場所を移すとかしなければ別に大丈夫なのかもしれないですけど、俺はどっちかっていうとそれよりも今ロシアに行くってなると、どうしてもそのウクライナとの戦争に触れなければいけないわけだし、ロシアにお金を落とすことになるわけじゃないですか。今行くのがどうなのみたいなのはありますよね。なるほどね。世界中回りきってあとロシアしかないっていうんだったら行こうかなとかはなりますけど、優先してすぐ行くような対象ではないかなと思ってちょっと今のところ見送ってるって感じですね。なるほどね。生きてるうちにロシア行けたらいいなって私は思ってます。これは行けるんじゃないですか。結構長引いてるんで。ロシアもウクライナも入れるは入れるですからね。入るべきかとか、入った方がいいかは別にして。そうですね。中国とかも私行ったことあんまりないんで、行きたいんですけど、結構スパイの噂をめっちゃ聞くんで、ちゃんと通訳つけたりとか、専属ガイドをつけないと結構リスク高いなって。監禁されたらもう出てこれないかもしれないから、そういうとこ行くときは気をつけますね。気をつけるに越したことはないでしょうね。結構バックパッカーが行ってる動画見ると本当心配になっちゃう。でもよっぽどのことがなければ一市民を捕まえても別に向こうにもそんなにメリットはないはずなんで、よっぽどのことがなければ大丈夫だと思いますけど、気をつけるに越したことはないですね。そうですね。あと国あります？行ってみたい国ですか？私は普段、あまり危険な国に行きませんが、そんな YKK に1カ国ここ行った方が面白いよっておすすめしてほしいです。普段行かないような国でってことですよね。私は南米とか、アフリカとか、そういう国はあまり行かないです。怖いもの見たさはあるんですけど、でもしげさんがおすすめしてくれるなら行く。1個は、キューバは特殊な国なので、キューバはそれにイメージと違って別に危険じゃないんで、行ってみる価値はあると思いますね。ただ行くとキューバって今行ってアメリカ入国できるんですか？そう、気をつけなきゃいけないのは、入国はできるんですよ。もう現に行ってから俺も入国はしてるんで、入国はできるんだけど、キューバ1回行っちゃうと一応エスタが使えなくなってしまうので、ビザを取んなきゃいけない。でも逆に言うとビザさえ取ればいいので。一生でしたっけ？それ期間決まってましたっけ？今のところ一生エスタが使えない。一生か。なるほど。B1、B2 ビザとか取ったことあります？ないです。B1、B2 ビザって観光商用ビザなんですけど、あれは日本で取るんだったらどっかの大使館とか領事館かに行けばよくて、東京だったら赤坂かなの
大使館になるんですけど、面接1回受けて1万数千円2万円弱払えば、俺の場合は10年のやつもらえたんで。10年なんですか。長いですね。毎回エスタ切れたかなとか考えるよりも確かになんか楽だし、エスタ2年で切れてしかも毎回1万とかかかりますよね。まあ数千、いや1万はかかんない、多分数千円ですね。3、4千円だと思うんですけど、だけどなんか切れたかなとか切れてないかなとかっていうのと、あと多分ビザの方が強いんでエスタより緩いと思います。10年間有効だし。なんでなんかみんなが思うほど、そうなんだ、そのデメリットがそこまで大きくないっていう。私もうビザ取るの超だるいと思ってたんで。しかも理由も聞かれるんですけど、なんでエスタ使えるのにあなたビザ必要なんですかって、キューバ行ったから以上ですみたいな話なんで、それはもう一瞬で終わりです。だからそうだとしたら。そうなんだ。じゃ取りました実際。取ってから俺は行ったんで、キューバ入って出て年末のファーストクラス世界一周でアメリカ通った時も全然何も聞かれない、何も聞かれずスッと入国できたんで、みんなが思ってるよりはそんな大したことじゃないし、アメリカがテロの支援国家に指定している国だと、エスタ向こうにありますよって、そこに行った人はっていう話なんで、キューバだけじゃなくていくつかあるわけですよ。北朝鮮とかイランとか、そういうところも俺は別にビザ持ってるから何も変わんないわけで、それはそれで一個の選択肢だとは思いますけどね。これは誤解してましたね。結構そういう知らない人が多くて、アメリカ入れなくなるとか、ビザは面倒いとか、すごい大変になるっていうふうに思ってる人が多いんですけど、でもあくまでも俺の実体験であって、事実としてはエスタが使えなくなるのでビザが必要になりますって時に、みんながビザ取れるかっていうとその保証はできないですけど、基本はそんな大変な話じゃないと思いますね。そうなんだ。これも視聴者さんからね聞いてきてほしいって言ってた質問なんで、しげさんがおすすめする YKK の渡航先キューバだそうです。もう一個はアルゼンチンですね。個人的に良かった。アルゼンチンも最近友達がアルゼンチンでスマホ盗まれたんですけど、やっぱ結構危険だなと思って、夜歩いてたら強盗にあったんですよ、友達が。なんかそれ夜歩いてるのがいけないですよ。なんで夜歩くんですか。そもそもね。なんで夜歩くんですか。確かに。こうやって拳銃みたいな。なんで夜強盗がいるような場所を歩くんですか。そもそもね。だってアメリカいた時とか気をつけるじゃないですか、そんな。はい。ちょっと慣れてきた時に狙われるんでね。そういう話ですね。アルゼンチンはなんでおすすめですか。アルゼンチンは一個は外国人には物価が安い。逆にハイパーインフレになってるんで、外国人価格とかがない。自国民は大変なはずなんですよ。日々自国通貨建てで値段が上がってくんで、っていうと大変なんですけど、外国人は詳細の理由とかはよくわかんないんですけど、アルゼンチン内に2つレートがあって、公定レートといわゆる闇レートみたいなのがあって、アルゼンチン人もみんな自国通貨が信用できないから、ドルとかユーロとか、主にドルですね。US ドルで持とうとするんで、公定レートと全然違う、もっと2倍ぐらい出すからドルくれみたいな感じで、みんなこう両替するわけですよ。だからそもそも海外の人にとっては安いんですけど、それってその闇両替だけの話かと思ってたら、なんとアルゼンチンはすごく特殊で、それをちょっと政府ももう認め始めて、クレジットカードのレートが今レートが本当に2つあるような状態になってて、ちゃんと公定レートはあるんだけど、それを調べると出てくるんですよ。アルゼンチンペソ、円、為替レートとかで言うと公定レートが出てくるんですけど、もう一個ブルーレートっていう、そういわゆる闇レートみたいなのがあって、クレジットカードに適用されるのはそのブルーレートの方なんですよ。クレジットカードにそっちが適用される。そっちが闇レートみたいな方がもうなんか公認みたいになってて、それが適用されるようになってるから、別に闇両替とかしなくてもクレカで払えば、例えばだからブッキング .com とか俺よく使うんですけど、ブッキング .com で予約しますって時に日本円で出てくるのは公定レートの価格なんですよ。日本円で1泊1万円って宿が出てきたとしても、予約してクレジットカードの請求見たら5000円みたいになってるんですよ。へえ、じゃあ闇レートがもう市民権得ちゃってて、そっちがもう主流に。そっちをクレジットカードも外国発行のクレジットカードに関してはそのブルーレートを適用してくださいみたいな政府の通達が出てるらしくて、それプレスリリースとかで調べれば出てるんですけど、そういうのがあるから。で、実際俺の経験としてもそのブルーレートっていういわゆる闇レートみたいなものが適用されてたんで、結局そうなんだ。じゃあクレカでいいんだ。クレカで払うと安いんですよ、本当に。へえ。何でも半額ぐらいの感覚で、現金持ち歩かなくていいのいいな。なんでそう外国人に安いっていうのが1個で、もう1個はアルゼンチンもすごい南北に広い国なんで、コンテンツがすごい豊かなんですよ。首都のブエノスアイレスはその昔アルゼンチンは南米一番の先進国って言われてて、南米のパリみたいに呼ばれてたらしいんで、街並みすごい美しいと。ヨーロッパ調の街並みがすごい美しくて、牛肉も有名なんでステーキとかが安くてうまい。で
南の方に行けばいわゆる本当にウシュアイアとか、いわゆるパタゴニア地方の南極に近いようなそういう美しい景色と山々と、あとペンギンとかクジラとかがいるみたいな、そういうこう自然豊かなのも見られるし、あとすごい有名な氷河もあるんですよね。氷河も見れるんですか？ペリトモネの氷河っていう氷河の上も歩けるし、あとなんつったかな、めっちゃ行きたい。多分世界で数箇所しかない氷河が対抗してない。普通大体全部氷河って溶けちゃって、どんどん少なくなってるんですけど、確かペリトモレの氷河は世界の中で数箇所しかない氷河が小さくなってない場所で、かつこうちょっとずつ氷河なんで動いてるんで、その確か動きが結構早いから、行くと割と溶けて崩れるところが見れるんですよ、毎回。氷河が最終的に溶けて割れて崩れて湖にボーンって落ちる姿が見れて、音がすごいみたいな、落ちてザーンみたいなのが、そういうの感動します。自然の迫力みたいなところなんで、外国人には安い、コンテンツが豊か、自然も豊か、で、俺が思うにはアルゼンチンは割と安全な方だと思います、南米の中では。どっちかっていうと、夜歩かなければ、夜、変なとこ歩かなければ。だから特にそのウシュアイアとかパタゴニアの方はかなり安全なんですよ。もう田舎の方で観光で食ってるような街なんで。なるほどね。観光客も多いし、観光客も多いし、多分金持ってる人も多いから結構稼ぎがいいはずなんで、割と安全だと思いますね。だからすごい行っていいところだと思いましたね。キューバとアルゼンチン、行ってみよう。絶対行きます、私。おー、すごい。これを機に行かないと多分一生行かないエリアだと思うんで、絶対行きます。今年行けたら行きます。ということで、これにて一旦締めたいと思います。今日は本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。しげさんの一日をもらえるなんてね、贅沢すぎることなんですよ。こんな忙しいのにね、日本にいる日数も少ないのに、その日を開けてもらえたっていうのはマジでラッキーだったと思うし、こんな対談動画も本当に貴重なんで、皆さん新しいしげさんの一面を知っていただけたのではないかなと思います。ぜひ面白いなと思ったらグッドボタン忘れずに押しといてください。それからね、チャンネル登録もよろしくお願いします。しげさんのチャンネルも概要欄に貼っておきます。みんな知ってるとは思いますが。ということで、もうすぐあと1週間ぐらいで日本を去るということなので。そうですね。次はどこですか？次はインドです。インド。はい、インドからスタートです。インドスタート。インドスタートです。インドスタートでアジア回ります？そうですね。インドスタートでアジア中東。アジア中東、じゃあしげさんのアジア中東編が始まるということで、そちらも続けてみてください。この動画が出るのが多分4月やと思うので、その頃にはもう始まってますよね。そうですね。インド絶賛カレー食べて下痢してると思います。絶対下痢するんで、インド行ったらどんなに気をつけても下痢止め買ってってください。ということで、今日はしげさんにお越しいただきました。本当にありがとうございました。めちゃめちゃ面白かったし、私個人的に YouTube 伸ばすいろいろヒントいただけたんで、これを機に私もしげさんに追いつきたいと思います。よろしくお願いします。頑張りましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。コラボ動画撮影終わりました。今回お借りした会場がですね、バーを貸し切らせていただきました。バーの名前がご縁。場所的には渋谷の青学の裏側に位置しています。このご縁というバーの店長のゆうかちゃんです。本当に今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございます。ゆうかちゃんにも会いにぜひ来てください。なんかここをたまり場にできたらいいなと思ってるので、概要欄からリンクチェックしてみてください。ということで、酔っ払ったので帰って寝ます。おやすみなさい。アディオース。